本動画は、興味本位の観覧を目的とするものではなく、歴史的な原点資料に基づき、近代日本文学の真相を探求する文学的ドキュメンタリーです。作家の生涯を通じた芸術的昇華のプロセスをたどるものであり、特定の行為を推奨したり、賛美する意図は一切ありません。皆様、ご存知でしょうか？大正時代の文壇に、彗星のごとく現れた作家がいます。大泉国石という人物です。彼は日本とロシアにルーツを持っていました。その数奇な運命を綴った俺の自叙伝で彼は一躍人気作家となります。天才的な語学力を持っていました。文壇の寵児として一世を風靡したのです。しかし、その絶頂期は長くは続きませんでした。わずか数年後、彼は他の作家たちから激しい嫉妬を受けます。彼の経歴は詐称だ、と中傷されました。ロシア語もできない偽物だ、というレッテルを貼られたのです。そして後に、文壇から追放されることになります。当時の日本文壇は、自然主義の影響が強い時代でした。作者の実体験をありのままに書く私小説も流行していました。事実の忠実な再現こそが文学だと信じられていたのです。そのため、国石の紡ぎ出す奇想天外なエピソードは理解されませんでした。単なる悪質な嘘として道徳的に断罪されたのです。しかし、本当にそうだったのでしょうか？国石はロシア語をはじめ複数の外国語に堪能でした。決して嘘つきなどではありません。彼は日本近代文学史に登場するのが早すぎたのです。スケールの大きな本物の文学者だったのではないでしょうか。1924年、大正13年のことです。彼はまだ多くの読者を持ち、全盛期のただ中にありました。しかしその裏で、彼に対する他の作家たちからのバッシングは、すでに始まっていました。文壇の村社会から、彼が徐々に孤立を深めていた時期です。そんな時、国石は中央公論に2つの作品を発表します。一つは、くよくよするな、何でも勇敢にやれ、です。もう一つは、シベリア3階をうろつくです。この2つの作品には、彼の真実が隠されています。華やかな流行作家の生活の裏で、精神的には世界の終焉に追いやられていた男の不器用な防衛本能です。そして、そこには全てを冷笑するような、底知れぬ孤独が刻み込まれています。本日は、この2つの記事を紐解いてみましょう。文学史が黙殺してきた異端の作家、大泉国石。彼の誤解にまみれた真実の生涯に迫ります。皆様、少し想像してみてください。天下の中央公論に連載小説を書き出すとします。タイトルは、飢饉宿の革命家です。ロシア人の老革命家の数奇な運命を描くはずでした。ところが、全く本題に入りません。作者の悪友が持ち込んだ詐欺話の脱線だけでページが尽きてしまうのです。そんな小説が実際にありました。それが1924年に発表された、くよくよするな、何でも勇敢にやれ、です。冒頭から読者を煙に巻くような奇妙なテンポで始まります。
当時の週刊朝日に国籍を中傷する記事が載りました。それに対する抗弁からスタートするのです。週刊朝日の記事は真実か？無論真実ではない。そんなら嘘か？いや、嘘ではない。すると一体どういうことになるんだ？いや、そうせかされると話しにくいが、事の起こりはこうなんだ。講談師のようにまくし立てます。張り扇で机を叩く音が聞こえてくるようです。彼がいかに読者をじらそうとしているかがわかりますね。そして、社会主義者の加藤和夫や辻潤といった文化人との交友録にそれていきます。芦屋にいる加藤和夫から国籍のもとに電報が届きました。演説会をやるから乗り出してきたまえという誘いです。東京が嫌になっていた国籍は神戸まで冷やかしに行こうと考えます。着替えをしていると表のガラス戸を激しく叩く音がしました。そこに立っていたのは野田官兵衛という男です。ネクタイのないカラーに靴の上まで垂れ下がったフロックコートを着ています。ヘラヘラと笑いながら立っていました。三河島の食肉処理場で働いていた時の悪友です。官兵衛は息をするように嘘をつく男でした。かつて国籍も彼の嘘に騙されたことがあります。官兵衛は自分の実家が疱屋の大きな茶園だと言いました。父親を怒らせて感動されたが、手紙を持っていけば雇ってくれる。そう言って国籍を疱屋まで行かせたのです。国籍が茶園を訪ねると、老人がいました。そしてこう言ったのです。そんな工場はない。せがれの使いはご苦労だった。大飯ぐらいの怠け者に騙されるほど老いぼれちゃいない。国籍は無駄足を踏まされました。そんな横着な官兵衛が久しぶりに国籍を訪ねてきたのです。そして儲け話を持ちかけます。それは選挙運動屋の山下雄三にまつわる詐欺話でした。山下は道玄坂の芸者おふくに惚れ込んでいました。身請けのために選挙資金の500両を使い込んでしまいます。しかし、置屋の主人は首を縦に振りません。そこで山下は知人夫婦に250両を渡しました。彼らの力を借りて、おふくを大阪へ連れ出す作戦に出たのです。ところが、吸ったもんだの挙句、作戦は失敗に終わります。ここで官兵衛が山下に近づきました。俺がもう一度、おふくをおびき出してやる。そう豪語して、山下の残りの手持ち金を自分の懐に入れようと企むのです。官兵衛は、置屋の女将を巧みに言いくるめます。そして、おふくを横浜本木の貴賃宿に連れ出しました。その宿の名は、メゾンドリエンと言います。かつて国籍も、辻潤と一緒に訪れたことのある、怪しげな宿でした。フランスの水兵が、窓から首を出してパイプを加えているような場所です。読者は、ロシア人革命家がいつ登場するのかと待ちわびます。しかし、延々とこの悪巧みの話に付き合わされるのです。官兵衛がメゾンドリエンでようやく一人のロシア人に出会います。イゴーリ・サゾノフという名のボーイでした。彼はドーナツ売りをして失敗し、宿の掃除を手伝っていたのです。
しかし、身の上話を聞くと、驚くべき過去がありました。彼は、1903年の革命を子孫寺で亡命した、歴史の裏側で暗躍する活動家だったのです。官兵衛は、イギリスの雑誌、ストランドマガジンを取り出します。そこに、過激派の地下組織を暴露した記事と写真がありました。これを見たまえ、この写真の男がイゴーリだ。官兵衛は、この革命家の身の上話を国籍に小説にさせようと企んだのです。これを書いて本屋に売れば、大儲けできるぞ。さあ、いよいよ物語が始まる。そう思ったところで、唐突に幕が下ります。キチン宿の革命家、前編は終わる。ここで途切れてしまうのです。挙句の果てに国籍は、末尾の吹きで、堂々と言い訳をします。野田官兵衛の無駄話が、意外な長さにわたってしまった。原稿の締め切り日を過ぎても、徹夜をしても、ついに追いつけなかった。本意ではないが、残りの半分は別題のもとに、来月か再来月に発表するほか術がない。結局本題に入らないのか、とツッコミを入れたくなりますね。徹夜をしても自分の脱線スピードに追いつけなかったというのです。天下の中央公論でこんな言い訳が通用するでしょうか。本当に困った人ですね。しかし、ここに彼の天才性が隠されています。評伝の著者である四方犬彦氏は、これを文学的造和作用と呼んでいます。国籍は、わずかなパン種を巨大に膨らませるイースト菌のような作用を持っていました。些細な無駄話から無限に物語を紡ぎ出してしまうのです。当時の文壇は自然主義の影響が強い時代でした。作者の実体験をありのままに書く私小説ももてはやされていました。しかし、国籍の文学観は彼らとは根本から異なっていたようです。彼にとって文学とは事実の息苦しい写生ではありません。無限に虚構を紡ぎ出し、世界を劇的に構築してみせる造和の芸術だったのです。事実を重んじる文壇にあって、彼は物語る喜びに生きた小説家でした。この制御不能な饒舌は、溢れ出る文学的エネルギーの証明でした。しかし、この空元気ともいえる過剰な饒舌の裏には別の顔がありました。冷え切った絶望と深い孤独です。同じ1924年に発表されたシベリア3階をうろつくを開いてみましょう。題名はシベリア3階をうろつくと読みます。3階とは仏教用語で迷いの世界という意味ですね。この記事は国籍がシベリア出兵時のチタで働いた見聞録です。彼はそこで探訪記者として働いていました。この放浪記の冒頭に彼は突如として美しい詩を掲げます。ロシアの象徴派詩人アンナ・アフマートバの記憶という詩です。湧く意の底の鉱石や、記憶はすみて我が胸に、溶けやらぬ身の憂いかな、悩み深くもうっとりと、四方犬彦氏が
見事に磨き抜かれた日本語と絶賛する訳詞です。これは日本における最初のアフマートワの紹介でした。嘘つきと呼ばれた男が極めて高い教養と知的感性を持っていた証明です。彼は真の文学者だったのです。しかし、美しい詩から一転して、本文で描かれるのは凄惨な現実でした。ならず者や、明日の食べ物にも困る人々ばかりがうごめく、混沌の渦巻くシベリアです。彼は長春で、政府公認の市場を見物してから、北の新聞社に向かいます。しかし、そこで約束を反故にされました。出筆のはずが、事件を追う探訪記者にされてしまったのです。月給はわずか75円でした。町にはアヘンの密売が横行しています。国籍は蓬莱公使という日本人の営む質屋を訪ねました。そして初老の店主から当局の目を盗んだ金製品の非合法な取引の実態を聞かされます。それらの品は水産物の缶詰などに巧妙に偽装され、監視の目をくぐり抜けて輸送されていたのだそうです。店主はダミー記事を書いてもらうため、国籍に賄賂を渡そうとしました。20円を押し付けてきます。国籍は記者としての銀次からこれを拒絶します。ある夜、旧市街のたまり場、あけぼので凄惨な事件が起きました。日本人の陸軍少尉と赤軍の士官が一人の女性をめぐって刃傷沙汰になったのです。怒った赤軍士官が手榴弾を爆発させました。女性は一瞬にして無残にも帰らぬ人となってしまったのです。近代兵器の凄まじい威力がそこにいた人の運命を容赦なく奪い去る目を覆うような悲劇でした。それを目の当たりにした国籍は冷徹なルポルタージュを書き上げます。しかし編集部はそれを没にしました。そして待つ親心を爆弾にドンと一発裏飯屋という記事に改ざんしてしまったのです。こうして国籍の書いたルポルタージュはお涙頂戴の記事になり下がってしまいました。国籍はこうした編集部のやり方を冷笑しました。後半では悪友万之助の滑稽な恋物語が語られます。没落したロシア予備少佐の娘、カーチャへの恋です。万之助は水色の瞳を持つ彼女に夢中でした。国籍は万之助を連れて少佐の家へ乗り込みます。部屋には革張りのソファーが3つばかりありました。少佐は、私の魂はすべてこの中にあります、と言って、引き出しから勲章を出します。将軍、コルニーロフ閣下の帰化として、と自慢話が始まりました。それに対して国籍は、適当な嘘をついて、万之助を立派な紳士として紹介します。月給は900円だと出任せを言いました。それを聞いた少佐は驚愕し、馬鹿にされたと思い、なんという侮辱だ、と怒り出します。そこにカーチャがお茶を持って入ってきました。彼女は一連の事態を察し、国籍らに軽蔑の眼差しを向けます。そして、お茶の乗ったお盆を床に叩きつけて、家を飛び出してしまったのです。国籍は、万之助の身の程知らずな恋心も、没落してもなお、
過去の栄光にすがる少佐のプライドも、最初からすべて冷笑していました。だからこそ、わざと見えすいた嘘をついて、この滑稽な茶番劇をぶち壊したのです。どこにも帰属できず、人間の底なしの欲望と、愚かな自己欺瞞の数々を見てしまった男。彼の胸の内に渦巻いていたのは、一切を冷笑する強烈なニヒリズムでした。彼はこう記しています。俺は平凡が大嫌いなんだ。一切万物は一列一体に軽蔑してやれ。これが俺の人間軽蔑論口外だ。あの明るい饒舌の裏には、これほどまでに冷え切った孤独がありました。この翌年、1925年のことです。彼の理解者であった中央公論の編集長、滝田著院がこの世を去ります。すると、国籍は次第に発表の場を失い、数年後には文壇から完全に姿を消してしまいました。他の作家たちの嫉妬と偏見によって追放されてしまったのです。戦後は横須賀の進駐軍の通訳としてひっそりと生きました。自分がかつて流行作家であったことを誰にも語らなかったそうです。当時流行の文学館という物差しで測れば、彼は嘘つきだったかもしれません。しかし国籍は外国語に堪能でしたし、決して嘘つきなどではありませんでした。当時の文壇は、複数の言語や文化を横断する彼のスケールの大きさを理解できなかったのです。強小な村社会に過ぎなかった当時の文壇にとって、彼は理解の範疇を超える異端の存在でした。国家にも社会にも帰属できない国際的居候と自認していた国籍。過剰なまでに自分を激化して語り続けることは、己を守るための悲壮な戦い方でもありました。彼の不器用な魂が生み出した増殖し続ける物語と圧倒的な饒舌。それは今もなお、文学史の路地裏の闇の中から私たちに強く語りかけてくるのです。このチャンネルでは資料の裏側に隠された人間臭すぎる素顔を紹介しています。実はこんな説もあるといった情報や内容の補足等ありましたら、些細なことでもコメントにてお知らせください。また、この動画が少しでもいいと思いましたら、チャンネル登録と高評価をいただけますと幸いです。